にちは。今回は異世界失格第1話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。普通の異世界転生と違うしエロもあるしよし。意外と面白かった。というか思ってた雰囲気と違った。予想に反してちゃんと面白い。ギャグアニメなんやな、おもろいわ。面白いけど出落ちじゃないと良いな。上様がまた姫になっておられるぞ。上様、やばい転生してそうだな。上様ラスボスっぽいな。女キャラみんな巨乳だな。なんでラムちゃんみたいな音がすんだよ。そりゃリメイクで当たる役がいるから。ボルミが勝負の場に立つのは珍しい。いつもは勝ち負け関係ない場所にいること多いイメージ。太宰は男前だからモテたんだろうな。実家金持ちだし。これもう絶望先生だろ。町に着いたらって棺桶引きずるのかよ。ドラクエかよ。王死んでしまうとは情けない。なんだこの集団。棺桶引きずり、西部劇で見たことある。マウント取り始めた。マウント合戦。無駄にモテやがって。なかなか面白い。これはなかなかの当たりだな。まあ今までにないタイプで面白いのかもしれん。とりあえず面白かった。今期派遣まである。おじさん作ってただけあってこういうのうまいな。実はこれ異世界おじさんの系譜かもしれん。ああ、異世界おじさんと同じスタジオと監督なのね。あとは探索しなければ良いのだが。これは当たりの予感がする。とりあえず今季一番おもろい。現時点ではこれだな。なろうかと思ってたけど恋世界の人なんやね。太宰さっぱり知らないんだけど、太宰治の死に方か人間失格のネタなのかい。太宰は心中未遂何度もやって死因も心中。枝の動きが無駄にエロい。先生破天荒で草。毎回なんかモテモテなのがいかにもなろうだな。でも太宰だからね、仕方ないね。クズ男に惚れる女が多すぎ問題。モテることに説得力があるな。共に心中してくれるレベルに女に好かれる男はなろうでもいないんじゃないか。モテても地雷女しか来ないのはどうなんだろう。今のところ面白い。来週も楽しみや。ドラクエとかで棺桶引きずって歩くけどきついわな。もうダメだこの聖職者。馬くらい見つけてこいや。この異世界は久々に良かったぞ。これは視聴継続決定。とりあえず女の子のキャラデザが可愛いから視聴継続。なるほど。ギャグアニメか。タイトルに反してギャグアニメだったから割といけそう。1話以降はエロ要素ないぞこれ。女キャラがいるだけでいいならいいかもしれんが。エロないのか。パンチラタイムもないのか。走れメロス以外の太宰作品の内容知らんしな。今期は不完全世界 VS 異世界失格の一騎打ちだな。全然期待してなかったスケベが唐突に出てくるの得した感じするような。見る前は女さん向けの作品かと思ってたよ。なかなかエッチで良いじゃん。やっぱり鈴代さゆみはギャグアニメに出ると輝くな。PV 見て期待してなかったが、思ったよりも良かったわ。言われてみればエルフがデスミさん顔。というかこの後なぜかデスミさん再放送あるんやが。おっぱいでかいから視聴決定や。おっぱいでかいからデブエルフもその基準か。あれは面白いやん。この作品の女神も職権乱用か。普通に面白かったな。勇者のイメージからはかけ離れてるが、あの作家イメージ通りというよくわからない状況でよし。だいぶひねった異世界転生ものやな。ラッキーで全部解決していくんやろか。神やってナローに出ないんじゃなかったっけ。期待せずに見たが結構面白かった。毒はスキルで良いのか。全く期待してなかったがぶっ飛んでて意外と面白かった。異世界おじさんの制作会社。キャラクターが太宰で説明終わるから視聴者の理解が早い。これは期待の1話だわ。どこにも太宰って名前を出してないの。ずるすぎるだろ。先生、毒使えるなら水の力も使えそうだよな。太宰。ぽい人が異世界転移。テンプレ異世界展開ながら、とにかく死にたがりで無気力とはすごい主人公だ。
心中の愛人と再会して心中目的とは斬新だわ。とにかく先生の行動ありきだから永遠に無気力にやってほしい。文学ネタはわかりやすいやね。某有名な作家の先生が異世界へが世界を救う使命を果たすどころか早速死のうとしてるのが不安だ。とりあえず異世界で目的ができたし当分の間は死なないかな。果たして先生はこの世界でも恥の多い人生を送るのか、それとも異世界転生した太宰の冒険がスタート。死に場所を探す旅になるかと思いきや、さっちゃんを探す明確な目標ができてよかった。太宰以外のキャラはかなりエッチな異世界転生作品って感じで、ギャップもすごく良い感じ。愛人と心中しようとした文豪が異世界に転移する話。先生は異世界に来たのに速攻自害しようとしてるの笑ったし、毒に侵されてるおかげで敵を倒せたのは予想外だったね。主人公が物静かな分、周りのキャラが想像しいのもバランス取れてていいな。さっちゃんを探せるのか楽しみです。トラックで異世界に転移するアニメは無数にあるし、太宰治をキャラクターにするアニメも結構あるから、両方を混ぜたアニメもありそうに思えるけど、これまで出会わなかった。意外だな。そしてこういう方向性で面白いのずるい。曰く前世が不幸な者が転生者に選ばれる世界観。なるほど、太宰先生なら納得。先生もまさか没後70年経て、自分が異世界転生するアニメが作られるとは思うまい。思ってたらおかしい。先生と異世界のミスマッチ感すげえな。太宰治を異世界に放り込んだらどうなるのか。この設定だけで十分面白い。当選トラックとかレベルアップ音声を嫌がるとか、巷にあふれる異世界ものを皮肉って逆にしてるのも良い。女性キャラが先生に惚れる展開も、太宰なら仕方がないよねと納得してしまうのもずるい。異世界系の主人公がモテてハーレム形成するのって、なんでこんな人間がと疑問に感じることもなるんだけど、先生はイケメンな上に大敗的で破滅的な文豪で喫煙者だから、そりゃモテるよねって納得できるから良いよね。これは吸い寄せられる。かなり理想的な太宰治だったかな。転生者と可愛い女の子の組み合わせは王道でも、なんとも言えないミスマッチな感じが面白い。先生は困った人間だから、この先冒険者としてどう立ち回るのかも楽しみ。意外とユーモアもあって、先生の恥の多い人生に今のところ期待しかない。異世界に転生するにはトラックに当たる。転生した先では神官様が力を与えてくれる。そういう転生あるあるを振りにして、トラックがなぜ当たるのかの説明と、人間はよいしょしなきゃいけない神官様の気苦労を切実に描く、異世界作品の無限の可能性を見せてくれる作品。色物アニメのようでいて、いや実際色物アニメではあると思うけど、主人公はこういうやつです。これからこれを目的にこういうことします。つまりこのアニメはこういうアニメですというのをちゃんと提示してて、第1話としてかなりしっかりした構成だったな。異世界の敵の攻撃で自殺の快楽を堪能し、睡眠薬やタバコを片手に散策してしっかり楽しんでる先生が好き。またタマやアネットに好かれる両手に花状態の最中、さっちゃんへ生きがいを馳せる開幕もしかり、太宰作グッドバイの田んぼに興奮した初回でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。